願い、この子を誰か助けて。突然、美人保育士の焦った声が外まで響き渡る。俺が慌てて駆けつけると、熱性痙攣で倒れた5歳の園児とパニックになった他の園児たち、慌てふためく先生たちの姿がそこにはあった。ぬるま湯と、あと柔らかいタオルをください。思わずそう叫んだ保育士の俺は、実は元天才小児外科医だ。あの日以降、トラウマを抱えて医者を辞めた俺だが、どうしても見て見ぬふりはできなかった。この一件でついに過去がバレてしまった。俺の運命はいかに。俺の名前は東野裕二。これは今から2年前の出来事だ。羽化したばかりのセミたちが元気よく声を響かせる真夏の日、当時34歳で小児外科医だった俺の目の前で、一人の子供の命が突然終わりを迎えた。どうしてうちの翔太を助けてくれなかったんですか？手術の1週間後に亡くなったんですよ。先生たちは医療ミスじゃないとおっしゃいますが、私は絶対そんなの納得がいきません。そう言って都内のとある大学病院の待合室で声を荒げている一人の女性。彼女は俺が1週間前に執刀した小児がん患者の7歳の男の子、笹内翔太くんの母親だ。俺が彼に行った手術というのは、神経芽腫と呼ばれる悪性腫瘍、つまりがんによってできた有害な腫瘍を取り除く手術というもので、それ自体は大きなミスもなく順調に終わり、あとは回復を待つだけの状態だった。しかしその手術の1週間後、彼の容体が急変し、なんとそのまま死亡してしまったのだ。後々分かったことなのだが、実は彼には先天性脳動静脈奇形と呼ばれる脳の血管の病気があり、それが原因で脳出血を起こし、不運なことに亡くなってしまったのだった。お母さん、お気持ちはわかりますが、翔太くんが亡くなってしまったのは脳の病気のせいだったんです。東野先生はうちの病院の中でもトップクラスに腕のいい先生で、数々の難しい手術を成功へと導き、彼が発表した研究論文は国内外から高い評価を受けています。そんな彼が肥料ミスなんてするわけがない。実際その時の様子を何度も調べましたが、彼は全てをきちんと完璧にこなしてくれていたんですよ。そう言ってうつむいたままの俺の隣で必死に説明をしてくれている中年ドクターの穂高院長。彼は翔太くんが亡くなってからというもの、精神的に参ってしまった俺に代わって毎日のようにこうして何度も説明をしてくれている。しかしそれにもかかわらず、一向に真実を受け止めてくれない彼女と、どこからか噂を聞きつけて病院や自宅に押しかけてくる新聞記者たち。ただでさえ翔太くんの脳の異常に気づけなかったことに罪悪感を抱えていた俺は、度重なる彼女たちからの怒りの追及に疲弊し、精神的にもボロボロな状態になっていた。院長、もういいんですよ。もういっそのこと彼女の言うことを受け入れて、今すぐこんな使い物にならない俺をこの病院から追い出してください。俺が弱々しい声でそう言うと、彼は目を丸くしてすかさずそれはダメだと言い放った。そして怒りに満ちた表情で彼女の方に向き直ると、少し震えた声で母親に向かってこのように話す。翔太くんのお母さん、あなたも大体こんな待合室で他の患者さんも見ている中でそんな話をするというのはあまりにも非常識じゃないですか。あなたの行き場のない悲しみと怒りはわかります。だけどそれを罪のない彼にぶつけて医療ミスだなんてデタラメを広めて、そんなことをして天国の翔太くんが本当に喜ぶとでも思っているんですか。その言葉に対して彼女は瞳に涙を浮かべ、ますます顔を真っ赤にして必死な様子で院長に何かを言い返している。しかしそんな彼女たちの声はもう俺の耳には届いていなかった。以前からの激務に加えて今回起きてしまったこの出来事、それによりストレスで体調を崩し限界を迎えていた俺の心はすでに医者への情熱を完全に見失っていた。何が正しくて何が真実かなんて、もうそんなことはどうでもいい。心の中でただただ亡くなってしまった翔太くんに向けて謝罪の言葉を繰り返す。やがて医者を辞めることを決意した俺は、ある日突然
ひっそりと大学病院から姿を消してしまったのだった。そして現在、36歳になった俺は地方に引っ越しをしていて、1ヶ月前から保育園の非常勤職員として働いている。正直、あの時負った心の傷はまだ癒えてはいない。だが、子供たちを笑顔にするために何かをしてあげたいという気持ちだけはまだ失ってはいなかった。そんなある日、子供たちをプールに入れるため、水着に着替えるのが苦手な園児の手伝いをしていると、一人の5歳の男の子が近くに駆け寄ってきて、唐突に俺のエプロンに書かれているウサギのイラストを指さしてきた。そして彼は何かを思い出した様子でこちらを見上げると、こんなことを質問してきたのだ。ユージ先生、昨日ママがね、ウサギさんは何匹じゃなくて何羽で数えるんだよって僕に言ったんだけどね、それってなんでなの？そう言って可愛らしい瞳で俺の顔を覗き込んで質問をしてくる男の子の名前は五十嵐淳君。彼は俺が補助保育士として入っている年中さんクラスの中で一番好奇心旺盛な男の子だ。そのため俺はこうして1日1回は彼から何かしらの質問を受けている。それについては諸説あるんだけど、江戸時代宗教の関係で4本足の動物は食べちゃダメだよって教えられていたお寺の僧侶がどうしてもウサギを食べたかったことが理由なんだ。彼らは鳥類ならば食べることが許されていたということで、2本足で立ってぴょんぴょん跳ねるウサギを無理やり鳥だとこじつけていつも食べていたんだよ。そのことが理由でウサギも鳥と同じように何羽って数えられるようになったんだって。俺がそう答えると、それを聞いていた子供たちからは、すごい先生、何でも知っているんだね、博士みたいと嬉しそうな歓声が上がった。こんな風にスラスラと説明しているように見える俺だが、実は最近毎晩のように雑学の本を読み漁って、前もって彼からの質問に備えている。その事実を知っているのがこのクラスの担任である現在24歳の森沙耶先生だ。彼女は少し離れた場所からこちらの様子を伺って楽しそうにふふっと笑っていた。そしてプールの時間が開始。俺がプールサイドで子供たちを見守っていると、今だとばかりに彼女が急ぎ足でこちらにやってきて、にっこりしながらこう言ってきた。ほんと、ユージ先生って努力家ですよね。子供たちのためにそうやって毎晩勉強して分かりやすく説明もしてあげて、おかげですっかり人気者じゃないですか。男の先生って今までうちの園にはいなかったけれど、わんぱくな男の子たちの遊び相手もしてくれますし、なかなか頼もしくて助かりますね。彼女はそう言って笑顔いっぱいに太陽のような笑みを浮かべている。俺はそんな彼女のはつらつとした可愛らしさに思わずドキッとしながら答えた。いえ、勉強ってほどのことではないですよ。俺が一番楽しんで自ら率先してやっていることなので、沙耶先生の方こそいつも子供たちの喧嘩をうまいこと仲裁してあっという間に解決してしまうじゃないですか。そういうのって高いコミュニケーション能力が必要だと思いますし、勉強だけでは得られないことだと思うので、いつもすごいなと思って見ているんですよ。するとその返答に対して彼女は首を横に振り、少し困ったような笑顔を浮かべてこんなことを語った。それが実はそうでもないんですよ。短大を卒業して初めて勤めた保育園では大失敗をしてしまって、私はもともと人見知りが激しくて、むしろ人とのコミュニケーションが苦手なタイプだったんです。そのせいで子供たちやその両親、さらに先生たちともうまく意思疎通ができなくなって、ある日ついに心が折れてしまった私は一度保育士を辞めてしまった経験があるんです。いつも元気で明るい笑顔で子供たちに慕われている沙耶先生が人見知り？現在の印象からは全く想像ができない彼女の過去を知った俺はびっくりしてしまって、それについて何と言葉を返せばいいのかわからなくなってしまった。そんな俺の雰囲気を察知したのか、彼女は自分からこのように言葉を続けてくる。でも保育士になることは私の昔からの夢だったんです。そのためにせっかく今まで頑張ってきたのに、こんなことで諦めてしまって本当にいいのかなって、また失敗したらどうしようとか、怖い先生に怒られたらどうしようとか、いろいろ葛藤はありましたが、私も子供たちと一緒に成長していきたいと思うようになって、気がついたら2ヶ月後には
この保育園の採用面接を受けていたんです。最初はこれからどうなってしまうんだろうと不安に思っていたけれど、ここの先生たちは本当に優しくて、無知な私に分かりやすく手取り足取り教えてくださって、いつの間にか不安よりも楽しさを感じられるようになって、最近ようやく自信がついてきたところなんです。そう言って爽やかに微笑む彼女の様子を見ていると、なんだか俺まで元気をもらえるような気がしてくる。しかし皆どこかで挫折を味わいながらもたくましく人生を歩んでいるんだなと感じるのと同時に、俺の心の奥深くでわずかにくすぶっている医者への未練のようなものを少しだけ思い出してしまったのだった。数時間後、プールの時間が終わり、サーヤ先生が子供たちに紙芝居を読み聞かせている間に、俺はプール掃除をすることにした。真夏の太陽がじりじりと照りつけ、皮膚の表面を焦がしていくような暑さと戦いながら、俺はデッキブラシを手に持ってゴシゴシと丁寧にプールを磨いていく。そしてようやく掃除が終わる頃、突然保育室の方からサーヤ先生の大きな声が聞こえた。お願い、この子を誰か助けて、ジュン君が倒れたの。彼女の取り乱した声に驚いた俺は、慌ててデッキブラシを邪魔にならない場所に置き、駆け足で保育室へと向かう。そしてそこで目にしたものは、ぐったりとした様子で彼女に抱きかかえられているジュン君の姿と、わーわー騒いでパニックになっている他の子供たち、そしてあたふたしている先生たちの姿だった。とりあえず他の先生たちは子供たちを別の部屋に移してください。あとジュン君のご両親に今すぐ電話をお願いします。サーヤ先生、ジュン君の様子はどうですか？それが涼しい部屋にいたはずなのに、体温がすごく高くて汗もすごくて、ずっと痙攣を起こしているんです。なるほど、その表情は熱性痙攣と呼ばれるものですね。なんとか熱を下げないと。新人の俺じゃ道具の場所がわからないので、今から言うものを代わりに持ってきてくださいますか？ぬるま湯と、あと柔らかいタオルをください。俺がジュン君の症状をチェックしながらそうお願いすると、サーヤ先生は泣きそうな顔でうなずいて、勢いよく部屋を飛び出していった。その間に俺はジュン君を横向きに寝かせ、受け答えはできないがうっすらと意識があった彼に、大丈夫だからねと優しく声をかけ続ける。それから彼女が頼んだものを抱えて戻ってくると、ぬるま湯につけて絞ったタオルで彼の体を入念に拭いた。このように拭いてあげることによって、気化熱により体の熱が外気に放出されて体温が下がりやすくなるのだ。するとその効果が出てきたのだろう。10分後には痙攣が落ち着き、ジュン君が呼びかけに応えられるようになってきた。彼は俺に状態を支えられながらゆっくりと体を起こすと、少しだけ微笑んでこう言ってくる。ユージ先生、サーヤ先生、2人とも助けてくれてありがとう。僕もう大丈夫だよ。ジュン君のその様子に俺と彼女はほっと胸をなで下ろす。そしてすぐに母親が迎えに来てくれるということで、ジュン君を他の先生に預け帰り支度をしてあげていると、いきなり彼女が俺にこんなことを尋ねてきた。ユージ先生、もしかしてあなたの前の職業ってお医者さんだったりしませんか？先ほどのあなたのジュン君に対する接し方や応急処置の速さのことを考えていたら、どうしてもそう思えてしまって。ってまさかそんなことあるはずないか。そんな彼女の鋭い指摘にギクッとした俺は思わず一瞬固まる。その上、びっくりした拍子に手元を狂わせ、ジュン君のプールバッグの中身を床にぶちまけてしまった。それを慌ててかき集めながら、俺はどう返事をするのが正解なのだろうかと急ピッチで思考を巡らせる。嘘をつこうか迷って彼女の方をちらりと見ると、よどみのない澄んだ眼差しがそこにはあった。本当はあんなことを思い出したくもないし、打ち明けるつもりもなかったんだけどな。俺はそう思って困ってしまい、片手で頭をポリポリとかく。しかしサーヤ先生にならいっか。彼女は自分の過去の失敗談を素直に教えてくれたし、と考えを改め、彼女の方に向き直り、正直にこれまでの経緯を語り始めたのだった。しばらくして俺が自分の過去の出来事を語り終えると、彼女は驚いた顔をしてこう言った。それって冤罪じゃないですか。
どうしてもっと強く言い返さなかったんですか？裁判したとしても勝てる内容ですよね。しかし俺はその言葉に対して静かに首を横に振る。そんなことできませんよ。確かに俺は医療ミスなんかしていません。ですが翔太くんの脳の病気に気づけなかったこちら側にも責任があったんですから。俺が全く何も悪くないということはないんです。そんな、ユージ先生は自分を責めすぎですよ。だいたい脳の異常なんて脳神経外科医じゃないとわからないじゃないですか。担当分野が違うのにそんなの気づけるはずがありません。だとしても俺は結局翔太くんを助けることができなかったんです。手術前に俺が絶対に治すからねと言って彼と指切りして約束したのに、それなのに俺はその約束を破ってしまった。せっかくあんなに頑張って辛い抗がん剤治療も続けていたのに、まさか別の病気で亡くなってしまうなんて。その時の彼の気持ちを考えたらお母さんに言い返す気力もなくなってしまったんです。そう語る俺の声は亡くなってしまった翔太くんへの申し訳なさと自分への怒りで震えていた。そもそも俺が医師を志した理由は、俺が中学1年生の時仲の良かった2歳年下の弟を小児がんで亡くしたからだった。弟を助けてくれなかった医者を恨み、何もしてあげられなかった無力な自分のこともそれと同じくらい憎んだ。そのため行き場のない思いを何かにぶつけていないと精神を保っていられないという翔太くんのお母さんの気持ちも痛いほどよく分かってしまったのだ。サーヤ先生は少しの間黙り込んでうつむいたまま何かを考えている様子だったが、再び顔を上げると真剣な表情をして俺にこう言った。お医者さんだって一人の人間です。神様じゃないんだから全力で挑んでもその頑張りが報われないことだって当然あります。それに私はユージ先生ほど患者さんや患者さんのご家族の気持ちに寄り添えるお医者さんって他にいないんじゃないかなって思います。保育園での子供たちへの接し方を見ていてもそう思いますし、倒れた淳くんに対する対応も本当に素晴らしかった。だから不謹慎かもしれないけど、もし仮に私が大きな病気にかかって手術をすることになったとしたら、その時はユージ先生みたいなお医者さんに担当してもらいたいなって心の底から思ったんですよ。そう言って彼女は瞳に涙を浮かべ、俺に優しく微笑みかけて、だからあなたのことを必要としている患者さんはたくさんいるはずですよと力強く言ってくれた。そんな彼女の温かい言葉を受けて思わず俺の頬に一筋の涙が伝う。こうして長い間すさんでいた俺の心はこの日少しだけ夜明けに近づいたような気がしたのだった。3日後の夕方、俺からの勧めで大きな病院を受診した淳くんはその後の検査でウイルス性の髄膜炎になっていたことが発覚した。どうやらあの熱性痙攣は俺の心配した通りこの病気に起因する症状の一つだったらしい。しかし幸いなことにこのタイプの髄膜炎は細菌性のものとは違い、治療を続ければ後遺症も残らず良好な経過をたどるケースが多いとのこと。そのためそれを知った俺たち2人はようやく一安心して、元気になったらまた保育園のみんなとクイズ大会をしようねと彼と約束をしたのだった。ユージ先生。お見舞いを終えて淳くんの自宅の門から出ようとしていると、後ろからパジャマ姿の彼が追いかけてきて俺の名前を呼んだ。そして指と指をくっつけて少しもじもじしながら俺の顔をチラチラと見上げてくる。淳くん、どうしたの？俺がしゃがみ込んで目線を合わせると淳くんはこんなことを言ってきた。助けてくれた時の先生、サムライレンジャーみたいですごくかっこよかった。だからね、僕が言いたいのはね、ユージ先生にお医者さんを辞めてほしくないなって思ったってこと。彼の言葉にびっくりした俺は思わず隣にいたサーヤ先生と顔を見合わせる。彼女とあの話をしていた時、淳くんは他の先生に面倒を見てもらっていたはずだったが、いつの間にそばで俺たちの会話を聞いていたのだろうか。さらに彼はこのように言葉を続けてきた。この間おばあちゃんが言ってたんだけどね、人生は自分自身が決めるものなんだって。だから他の人のせいで夢を諦めたりしちゃダメなんだよ。僕もお薬飲んで頑張るから、絶対に早く治すから。だから先生も先生がやりたいことを諦めないで。
だってユージ先生のことを待っている人たちがきっとまだたくさんいるはずなんだもん。ね、サーヤ先生もそう思うでしょ？彼にそう話しかけられた彼女は、驚いた顔から優しい表情に変わって、そうだねと言ってうなずいた。そして俺の方を向くと、彼女もジュン君の意見に合わせてこう言ってくる。人の命を背負うということはプレッシャーも多いでしょうけど、全員がなれるような職業ではないんです。そんな中でユージ先生は頭の良さや技術力だけではなく、患者さんの気持ちに寄り添った治療ができる。だからそんなユージ先生にしかできないお医者さんとしての役割がきっとあるはずだと私も思っています。このままずっとうちの保育園にいてくださっても私たち先生はとっても嬉しいですけどね。そう言って元気よくにっこりと笑う彼女の笑顔は相変わらず太陽のように輝いている。そんな彼女の明るさとジュン君の温かいエールによって、凍てついていた俺の心はいよいよ雪解けを迎えていた。二人の優しい言葉に胸が熱くなって、思わず泣きそうになってしまった俺は、慌てて指先で目元を拭う。そして溢れ出しそうになる涙をこらえながら、必死に絞り出した声でこう言った。ありがとう二人とも。本当にありがとうございます。サーヤ先生とジュン君の励ましのおかげで、なんだかもう一度医者として頑張ってみたいと思えるようになってきました。実は亡くなった弟にも昔同じことを言われたんですよ。僕は生きることを諦めないから、お兄ちゃんも自分の人生を諦めないで、そしてたとえ僕がいなくなったとしても僕の分までやりたいことをいっぱいやって生きていってねって。だから先ほどの二人の言葉を聞いて、天国の弟からもメッセージをもらったような気持ちになりました。それを聞いた彼女たちは互いに顔を見合わせて、とても嬉しそうに笑った。それからジュン君はガッツポーズをして笑顔で言う。僕たちはいつでもユージ先生の味方だからね。また嫌なことを言われても次は絶対に負けちゃダメだよ。それに対して俺は静かに何度もうなずきながら、分かったよと言って穏やかに微笑んだ。そうして彼に手を振って二人でゆっくりと歩き出す帰り道。俺の視界に映ったオレンジ色の夕焼け空はいつもよりも鮮やかに、ひときわ美しく燃えたように見えたのだった。それから3ヶ月後の秋、保育園を退職した俺は穂高先生から戻ってきてくれという粘り強い連絡を受けていたこともあり、以前と同じ大学病院に再就職することにした。久しぶりに袖を通すスクラブと白衣に少し緊張しながら大きな鏡の前で気合を入れる。すると穂高院長が何やら慌てた様子でロッカールームに駆け込んできた。東野くん、朝っぱらから大変申し訳ないんだが、着替えたらすぐに病院の正面玄関に行ってくれ。君に会いたいと言っている人がいるんだ。え、俺にですか？俺は誰だろうと首をかしげながらも、客人を長く待たせてはいけないと思い、急いで正面玄関へと向かう。するとそこにいたのは、なんと俺のトラウマの元凶である笹内翔太くんのお母さんだった。彼女はどこか不安そうな表情で車椅子用のスロープの近くに立っている。翔太くんのお母さん、どうしてこんなところに？思わず大きな声でそう叫ぶと、彼女は俺の存在に気がついたようで、ペコリと軽く会釈をしてゆっくりとこちらに近づいてきた。穂高院長の言っていた会いたいと言っている人とは、どうやら彼女のことだったらしい。復帰後早々の再会に俺は頭が真っ白になり緊張して固まっていると、彼女は突然俺に向かって深々と頭を下げて少し震えた声でこう言ってきた。東野先生、あの時は何の根拠もないのに医療ミスだなんて言ってしまって本当に申し訳ありませんでした。大変遅くなってしまいましたが、今日は先生にその謝罪を伝えるためにここへ来たんです。俺に謝罪ですか？そう言って俺が戸惑っていると、彼女は顔を上げて瞳に涙をにじませながらこう話を続けた。言い訳になってしまうかもしれませんが、翔太を失って精神的におかしくなっていた私は、当時他の病院で起きた医療ミスのニュースを見て、うちもこれかもしれないと思い込んでしまったんです。翔太が亡くなってしまったのは手術を受けてから1週間後の出来事でしたので、可能性としては十分にあり得ることだと考えてしまって、今思えば
本当に正気じゃなかったなと反省しかないのですが、あの時は何としてでも亡くなってしまった息子の仇を取りたくて、好奇心で近づいてくる新聞記者たちも利用してやろうと必死だったんです。そうじゃないと親として情けなくて、あの子の命を天国に見送れないと思って。精神的に不安定だったとはいえ、私は本当に最低なことをしました。東野先生、本当に申し訳ありませんでした。彼女はそう語ると、再び深々と頭を下げて肩を震わせて嗚咽し始めた。それにびっくりしてしまった俺は、彼女の背中を優しくさすりながら、とりあえず近くのベンチへと誘導して、隣から体を支えてゆっくりと座らせる。そして白衣のポケットに入っていたハンカチを彼女に手渡して、彼女が途切れ途切れに発する言葉たちに真剣に耳を傾けた。本当は東野先生がそんなことをするような人じゃないことくらい最初から分かっていたんです。翔太から聞いていた先生の話はいつでも患者さんへの思いやりにあふれていて、翔太も先生のことが大好きで、保護者の私たちに対してもいつも親身になってたくさん話を聞いてくださっていたので、それなのに私は先生にあんなことを、先生に病院まで辞めさせてしまって、気がついたらこんなに謝るのも遅くなってしまって、今更どんなに謝っても足りないくらいです。そう言ってしゃくり上げて泣いている翔太くんのお母さん。俺は彼女の背中を再びさすって落ち着かせながら、優しくこのように語りかけた。でもわざわざ今日こうして謝るために会いに来てくれたじゃないですか。びっくりはしたけど、とても嬉しかったですよ。それに俺も自分の弟を小児がんで亡くしているので、医者を恨みたくなる気持ちもわかるんです。当時の俺がそうだったから。それが悔しくて医者になったのに、まだまだ未熟なせいでこんな風に翔太くんとお母さんに辛い思いをさせてしまって、こちらこそ本当に申し訳ありませんでした。俺のその言葉に対して彼女は首を横に振り、ハンカチで涙を拭いながらこう言った。いいえ、そんなことをおっしゃらないでください。東野先生はできる限りのことを一生懸命にやってくれたじゃないですか。そのおかげで翔太は3歳の時に余命2年と宣告されたのに、7歳まで生きることができた。治るかもしれないという希望を持たせてくれた。だから感謝しかないんです。こんなことになってしまったけれど、お医者さんを辞めないでいてくれて本当によかった。じゃないと天国にいる翔太に怒られてしまうところでした。ですのでどうかこれからもあの子のように苦しんでいる子供たちをそばで支えてあげてください。東野先生ほど優しくて頼りになるお医者さんは他にはいないんですから。彼女はそう言ってようやく少しだけ微笑んでくれた。俺はその様子を見て安堵の表情を浮かべ、ありがとうございます、頑張りますと答えて微笑み返す。それから俺たちはしっかりと握手を交わして、俺はこれまで以上に医者としての技術を磨き、そして人間としてももっと強く成長していこうと心に誓ったのだった。翌年の1月、サーヤ先生が俺に渡したいものがあるということで、俺は自宅アパートの駐車場で彼女が来るのをそわそわしながら待っていた。本当は3日ほど休暇をもらっていたため、俺の方から彼女が住む地方へと向かうつもりにしていたのだが、毎日激務に追われている俺の体調を心配してくれたのか、彼女の方からこちらに会いに来てくれることになったのだ。保育園を退職してからも彼女とはかなり頻繁に連絡を取り合っていたのだが、ずっと忙しくてまとまった休みが取れなかったため、今日が約半年ぶりの再会となる。そのため俺は先ほどから落ち着きがなく、その場をうろうろしながら彼女の到着を10分前から待っていたのだった。ユージ先生、お久しぶりです。お元気でしたか？そう言いながら手を振って駆け足で現れた彼女は、白いダッフルコートを身にまとっており、まるで雪うさぎのようでとても可愛らしかった。俺はそんな久しぶりに会う彼女にドキドキしながら、もちろん元気でしたよ、サーヤ先生もお元気そうで安心しましたと返事をする。それからこのまま外で立ち話を続けていては風邪をひいてしまうと思い、早速彼女を自宅の中へと案内した。リビングの大きなソファーに埋もれるようにして座った彼女は、体を伸ばして
長旅の疲れを癒しながら嬉しそうに保育園での出来事をたくさん話してくれる。それで第2回目のクイズ大会のチャンピオンはなんとうちの園長先生になったんです。2位だったじゅんくんとはたったの1点差で、彼は泣くことはありませんでしたが、とても悔しそうにしていました。園長先生もこんなところで本気を出すなんてちょっと大人げないですよね。あ、そうだ、そういえばユージ先生に渡したかったものはこれのことなんですよ。そう言って彼女が片割れに置いたカバンの中からおもむろに取り出したのはカラフルなイラストと折り紙、そして子供たちからのメッセージで彩られた一冊のアルバムだった。隣に座ってそれを受け取り、ページをめくっていくと、そこには楽しそうな園児たちの写真とともに覚えたてのひらがなで書かれたお礼の応援メッセージがたくさん添えられている。お手本を見ながら書いたのであろう、ユージ先生頑張ってねという一生懸命な文章に心を打たれて、思わず涙を浮かべていると、彼女は俺にこんなことを教えてくれた。すっかり元気になったじゅんくんがね、ユージ先生に憧れてお医者さんになりたいって言い出したんですよ。折り紙で聴診器や注射器なんかを作って遊んでいて、すっかり凄腕のドクターになりきっているんです。そう言って彼女が指さした写真には、お医者さんごっこをして遊んでいるじゅんくんの得意げな表情が写っていた。それを見た俺はなんだかとても嬉しい気持ちになって、好奇心と探求心が旺盛な彼ならきっと将来いいお医者さんになってくれそうな気がしますね。あんな風に俺にやる気を出させてくれて、今すぐにでも弱気になりがちで繊細な俺の相棒になってほしいくらいですよ。と言って微笑んだ。それからさらにページをめくっていくと、突然はらりと最後のページに挟まっていた何かが足元に落ちる。なんだろうと思いながら手を伸ばして拾い上げ、よく見てみると、それは一枚の可愛らしい花柄のメッセージカードだった。これってサーヤ先生の筆跡じゃないですか？いつも連絡帳のコメントや日誌を読んでいたから見覚えがあるのでわかります。そう言ってカードに書かれた文字を読んだ瞬間、俺は思わずハッとして息を飲む。そこにはなんと丸っこい可愛らしい字で、ユージ先生のことが好きですという言葉が書かれていたのだ。驚いて混乱しながら隣にいる彼女に目をやると、彼女はクッションで赤面した顔を覆うようにして隠し、体を縮めて小さくなっている。そんな彼女の様子に俺は瞬時に、これが彼女からの告白であったということを理解した。そしてしばらく沈黙が流れた後に、恐る恐る彼女が声を発する。読み終わりましたか？はい、読み終わりました。今日ってエイプリルフールでしたっけ？今は1月ですよ。そんなわけないじゃないですか。別に無理しないで、断ってくれても大丈夫ですから。振られる覚悟はできていますので。なんでそんなことを言うんですか？断るわけがないでしょ。俺はあなたに出会ったあの日からずっとあなたの笑顔に支えられて生きてきたんです。医者に復帰できたのはあなたのその笑顔と温かい励ましのおかげなんですよ。それなのに好きにならないわけがありません。そう言った俺は彼女の手からクッションを取り上げ、彼女の目をまっすぐに見つめた。そうしてもう一度自分の言葉で彼女に告白をして、二人で微笑み合ったのだった。